ルルとミミ、夢の旧作。昔、ある国に水晶のような水がいっぱいに光っている美しい湖がありまして、その縁に一つの小さな村がありました。そこに住んでいる人たちは親切な人ばかりで、本当に楽しい村でした。けれども、その湖の水が黒く濁ってくると、この村に何かしら悲しいことがあると言い伝えられておりました。この村にルルとミミという可愛らしい兄弟のみなしごがおりました。二人のお父さんはこの国でたった一人の上手な金作りで、お母さんが亡くなった後、二人の子供を大事に大事に育てておりました。ところがある年のこと、この村のお寺の鐘にひびが入りましたので、村の人たちに頼まれて新しく作り上げますと、どうしたわけか音がちっとも出ません。お父さんはそれを恥ずかしがって、ある夜、二人の兄弟を残して湖へ身を投げてしまいました。その時、この湖の水は一面に真っ黒く濁っていたのでした。そうして、ルルとミミのお父さんが身を投げると間もなく、湖はまた元の通りにきれいに澄み渡ってしまったのでした。それから後、この村のお寺の鐘を作る人はありませんでした。夜明けの鐘も、夕暮れの鐘も、または休みの日のお祈りの鐘も聞こえないまま、何年か経ちました。村の人々は皆、ルルとミミを可愛がって育てました。そうして、いつもルルに言って聞かせました。早く大きくなって、いい鐘を作ってお寺へあげるのだよ。死んだお父さんを喜ばせるのだよ。ルルは本当にそうしたいと思いました。ミミも早くお兄さんが鐘をお作りになればいい。それはどんなにいい音がするだろうと楽しみで楽しみでたまりませんでした。二人は本当に仲良しでした。そうしてよく湖の縁に来て、はるかにお寺の方を見ながら、いつまでもいつまでも立っておりました。大方、お寺の鐘つき堂を見て、死んだお父さんのことを思い出しているのだろう。本当にかわいそうな兄弟だ。と、村の人々は言っておりました。水が濁ると良くないことがある。と言われていた湖の水晶のような水が、またも少しずつ薄黒く濁り始めました。村の人々は皆、どんなことが起こるかと、恐ろしさのあまり、口を聞くものもありませんでした。しまいには、みんな顔を見合わせて、ため息ばかりするようになりました。それでも湖の水は、夜が明けるたんびに、いくらかずつ黒くなっていくのでした。その時にルルはお父さんが残した仕事場に入って一生懸命で鐘を作っていました。そうしていよいよ一つの見事な鐘を作り上げましたので、
喜び勇んで村の人にこのことを話しました。鐘ができました。どうぞお寺へあげてください。村の人々は我も我もとルルが作った鐘を見物に来ました。その立派な格好を撫でてみたり、またはそっと叩いてみて、その美しい音に聞き取れたりしましたが、みんなそのよくできているのに感心をしてしまいました。そうして日を決めてお寺にあげて、この鐘を突き鳴らして村中でお祝いをすることになりました。湖の水はいくら濁ったって構うものか。鐘作りの名人のこのルルが死んだお父様を喜ばせたいばっかりに、あんな小さななりをしてこんな立派な鐘を作ったのだもの。こんなめでたいことがあるものか。この鐘を鳴らしたらどんな悪いことでも消えてしまうに違いない。湖の水も澄んでしまうに違いない。と村の人々は喜んで勇み立ちました。その日はちょうどお天気のいい日でした。地にはいろいろな花が咲き乱れ、梢や空には様々な鳥が鳴いて、眩しいお天道様が白い雲の底からキラキラと輝いていました。村の人々はおじいさんもおばあさんも大人も子供もみんなきれいな着物を着て、ルルが作った鐘のお祝いを見にお寺を指して集まってきました。お菓子やおもちゃや覗き眼鏡や風船売りや操り人形などがお寺の門の前にはいっぱい並んで、それは賑やかなことでした。ルルの偉いことや耳の美しいことを口々に話し合っていた村の人々は、その時ぴったりと静かになりました。ルルが作った鐘は坊さんの手で高く高くお寺の鐘付き堂に吊り上げられました。銀色の鐘は春のお天道様の光を受けて眩しく輝きながらゆらりゆらりと揺れました。村の人々は感心のあまりため息をしました。嬉しさのあまり涙を流したものもありました。この時、ルルは鐘付き堂の入り口に立って、あまりの嬉しさにブルブルと震えながら両手を顔に当てておりました。その手を妹のミミがそっと引き寄せて接吻しました。兄弟は抱き合って喜びました。お父様が湖の底から見ていらっしゃるでしょうね。けれどもなんという悲しいことでしょう。そうしてまた、なんという不思議なことでしょう。お寺のお坊さんの手で、ルルの作った鐘が鳴らされましたとき、鐘は、はじめにただ一度、かすかなうなり声を出しましただけで、それっきり、何歩叩いても、音を立てませんでした。ルルは地べたにひれ伏して泣き出しました。ミミもその背中に倒れかかって泣きました。これ、ルルや、そんなに泣くのじゃない。お前はまだ小さいのだから、鐘が上手にできなくてもちっとも恥ずかしいことはない。ミミももう泣くのをやめなさい。と、いろいろに村の人は兄弟を慰めました。
そうして親切に二人をいたわって家まで送ってやりました。ルルは子供ながらも一生懸命で金を作ったのでした。この金こそはきっといい値が出るに違いない。そっと叩いてもたまらないいい音がするのだから。湖の底に沈んでいらっしゃるお父様の耳までもきっと届くに違いない。と思っていたのでした。その鐘が鳴らなかったのですから、ルルは不思議でなりませんでした。どうしたら本当に鳴る鐘が作れるのであろう、と考えましたが、それもルルにはわかりませんでした。ルルは泣いても泣いても尽きないほど泣きました。ミミも一緒に泣きました。こうして兄弟は泣きながら家に帰って、泣きながら抱き合って寝床に入りました。その夜のこと、ルルは一人起き上がりまして、泣き疲れてすやすや眠っている妹の頬にそっと接吻をして家を出ました。ただ一人で湖の縁へ来て、真っ黒く濁った水の底、深く沈んでしまいました。村の人が心配していた悲しいことがとうとう来たのです。ミミは一人ぽっちになってしまったのです。けれども、ミミはどうしてあの優しい兄さんのルルに別れることができましょう。村の人がどんなに親切に慰めても、ミミはただ泣いてばかりいました。そうして朝から晩まで湖の縁へ来て、死んだ兄さんがもしや浮き上がりはしまいかと思って、ぼんやり草の上に座っておりました。かわいそうなミミ。ルルが湖に沈んでから何日目かの晩に、湖の向こうからまん丸いお月様がそろそろと昇ってきました。ミミはその光に照らされた湖の上を眺めながら、家へ帰るのも忘れて座っておりました。湖の周りに数限りなく咲いている睡蓮の花も、その夜はいつものように眠らずに、ミミの姿と一緒に開いた花の影を水の上に浮かしておりました。お月様はだんだん高く上がってきました。それと一緒に睡蓮の花には涙のような露がいっぱいにこぼれかかりました。ミミは睡蓮の花が自分のために泣いてくれるのだと思いまして、一緒に涙を流しながらお礼を言いました。睡蓮さん、あなたたちは私がなぜ泣いているかよくご存知ですわね。その時、睡蓮の一つがゆらゆらと揺れたと思うと、小さな声で耳にささやきました。かわいそうなお嬢様。あなたはもしお兄様にお会いになりたいのなら、花の鎖をお作りなさい。そうして明日の晩、お月様が湖の真上においでになる時までに、その花の鎖が湖の底まで届く長さにお作りなさい。その鎖につかまって、湖の底の真珠の御殿へいらっしゃい。お兄様のルル様を湖の底へお呼びになったのは、その女王様です。睡蓮の花がここまで行ったとき、あたりが急に薄暗くなりました。お月様が黒い雲に隠れたのです。
そうして、それと一緒に睡蓮の花は一つ一つに花びらを閉じ始めました。ミミは慌ててその花の一つに尋ねました。睡蓮さん、ちょっと花びらを閉じるのを待ってください。どうして真珠の5年の女王様は兄さんをお呼びになったのですか？けれども、暗い水の上の睡蓮はもう花を開きませんでした。湖の底の女王様はどうして私だけを一人ぼっちになすったのですか？と、ミミは悲しい声で叫びました。けれども、湖の周りの睡蓮はすっかり花を閉じてしまって、一つも返事をしませんでした。お月様もそれから夜の明けるまで雲の中に隠れたまんまでした。あら、ミミちゃん、こんなところで花の鎖を作っててよ。まあ、綺麗なこと。そんなに長くして何になさるの？と、大勢のお友達が耳の周りに集まって尋ねました。ミミは夜の明けぬうちから花の鎖を作り始めていたのですが、こう尋ねられますと寂しく笑いました。あたし、この鎖をもっともっと長く作ると、それに捕まってお兄さんに会いに行くのです。あら、そう。それじゃあ私たちもお稼いしましょうね。ミミのお友達の女の子たちはみんなこう言って方々から花を取ってきてミミに作りました。ミミは草の葉をより合わせた糸にその花を一つ一つつなげまして、長い長い花の鎖にして行きました。夕方になるとお友達はみんなお家へ帰りましたが、ミミはなお一生懸命に花を摘んでは草の糸につなぎました。そのうちに日が暮れると、花の咲いているのが見えなくなりましたので、草の中に突っ伏してうとうとと眠りながら月の出るのを待ちました。やがてなんだか体がヒヤヒヤするようなので、ミミは目を覚ましてみますと、どうでしょう。いつの間に登ったか、お月様はもう空の真ん中に近づいております。ミミは月の光を頼りに花の鎖を振り返ってみました。いろいろの花をつないだ草の糸は湖の周りを一回りしてもまだ余るほどで、果ては広い野原の草に隠れて見えなくなっております。ミミはこの花の鎖が湖の底まで届くかどうかわかりませんでした。けれども思い切ってその端をしっかりと握って湖の中に沈んでゆきました。湖の水が濁っているのはほんの上の方の少しばかりでした。下の方はやはり水晶のように明るく透き通ってキラキラと輝いておりました。その中に揺らめく水草の林の美しいこと、耳を振り返ってゆく魚の群のきれいなこと。けれどもミミはただ兄さんのルルのことばかり考えて、なおも底深く沈んでゆきました。そうすると、はるかそこの方に湖の湖殿が見え始めました。
湖の御殿はありとあらゆるたっとい美しい石でできておりまして、真珠の屋根が林のようにいくらもいくらも並んでおりました。ミミはその一番外側の一番大きな帝のところまで来ますと、花の鎖を離して中へ入っていきました。そうして、もしや兄様がそこいらにいらっしゃりはしまいかと、そっと呼んでみました。ルル兄様。けれども、広い御殿のどこからも何の返事もありません。はるかに向こうまで続いている銀の廊下がピカピカと光っているばかりです。ミミは悲しくなりました。兄さんはいらっしゃらないのかしらんと思いました。その時でした。5年の奥のどこかからか、カーンカーンという金槌の音と一緒に、懐かしいルルの歌う声が水を震わせて聞こえてきました。耳よ、おお、妹よ、暗い湖、おお、ならぬかね、一人眺めて、おお、泣く耳よ。父はならない、ああ、金作り。兄もならない、ああ、金作り。耳を残して、ああ、水の底。耳よ、泣け、ええ、湖が。耳の涙で済むならば。金もなるやら知れぬもの。湖の女王様は金剛石の名刺の上に横になってルルの歌を聴いておられました。そうしてルルが丘に残した耳のことを悲しんで歌っていることを知られますと、湖の女王様は思わず独り言を言われました。おお、私はかわいそうなことをした。ルルを湖の底へ呼ぶために、私はルルが作った鐘を鳴らないようにした。そうして、ルルがそれを悲しがって湖へ身を投げるようにした。そのために、かわいそうなミミは一人ぼっちになってしまった。さぞ私を恨んでいるだろう。けれども、私はそうするより他に仕方がなかった。この湖の水晶のような水は、この御殿のお庭にある大きな噴水から湧き出している。その噴水が壊れると、湖の水がだんだん上の方から濁ってくる。そうして、その濁りが次第に深くなって、そこまで届くと、この湖に住んでいる者は皆死んでしまわなければならない。その大切な噴水がまた壊れてしまった。これを直す者はルルしかいない。だから私はルルを呼び寄せるほかに仕方がなかった。私はこの前にもこうしてルルの父親を呼んだ。その前にも、そのまた前にも、噴水が壊れるたんびに何人もの鍛冶屋や金作りを呼び寄せた。けれども、そんな人たちはみんな自分一人で勝手に丘へ帰ろうとしたために、途中で悪い魚に食べられてしまった。ルルは今、噴水を直しながら歌を歌っている。妹のことを悲しんで歌を歌っている。他に残った妹もどんなにか悲しいであろう。今度こそは用が済んだら
途中で危ないことのないようにして、妹のところへ送り返してやりましょう。鐘も鳴るようにしてやりましょう。ああ、本当にかわいそうなことをしました。この時、ミミはルルの歌の声を頼りに、やっと女王様のお部屋までたどり着いておりました。そうして女王様の独り言をすっかり聞いてしまったのでした。ミミは女王様がルルとミミのことをかわいそうに思っておられる。そうしてルルを丘に返してやろうと考えておられることを知りますと、胸がいっぱいになりました。その時、女王様は立ち上がって寝部屋へ行こうとされました。ミミは思わず駆け込んで、女王様の長い長い着物の裾に走り寄りました。女王様はびっくりして振り向かれました。ここは当たり前の人間がたやすく来るところではないのに、と思いながら、お前はどこの娘かねとお尋ねになりました。ミミは品よくお辞儀をしました。そうして涙をいっぱい目に溜めながらお願いしました。私はミミと申します。ルル兄様に会いに参りました。どうぞ会わせてくださいませ。お前がルルの妹かや。と、女王様は耳を抱き寄せられました。そうして、しっかりと抱きしめて、静かな声で言われました。お前がルルの妹かや。お前が。まあ、なんという可愛らしい娘であろう。ルルがお前のことを懐かしがるのも無理はない。悲しむのも無理はない。お前もさぞ悲しかったであろう。寂しかったであろう。そうして私を恨んだであろう。許してたもれや。許してたもれや。女王様は水晶のような涙の玉をハラハラとミミの髪の毛の上に落とされました。ミミは泣きじゃくりながら顔を上げて女王様に尋ねました。女王様は本当に私たちをお買い返してくださいますでしょうか。本当とも、私が今言うた独り言は皆偽りでないぞや。あのルルが来て、あの噴水を直してくれなければ、この湖の中のものは皆死ななければならぬ。それゆえルルを呼びました。それゆえ、お前にも悲しい思いをさせました。どうぞ、許してたもれや。それにしても、お前はよう来ました。よう兄様を迎えに来ました。きっと二人は丘に返してあげますぞや。お前たちの父さんのように悪い魚に食べられぬようにして。そうして丘に帰ったならば、鐘も鳴るようにしてあげますぞや。なれども、ルルがあの噴水を直してしまうまでは、待ってたもれよ。それはもう長いことではない。耳よ、お聞きあれ。あのルルの打つ土の根の勇ましいこと。女王様と耳は涙に濡れた顔を上げて、ルルの振る金槌の音を聞きました。ルルは湖のおでんの噴水を一生懸命に繕いました。もう二度と再び壊れることのないように。そうして丘の金作りや鍛冶屋さんが湖の女王様に呼ばれることのないように、
命がけで働きました。そのうち、降る土の根は、湖の縁にある魚の隠れ家やカニの穴までも染み渡るほど高く高く響きました。カーンコーン、カンコン。耳に分かれてこの湖の底に打ち降るこの土の音。ルルが打ち降るこの土の音。カーンコーン、カンコン。泣いて打ち降るこの土の音。泣いて打ち降るこの土の音。泣いて叩いてこの湖の水を澄ませやこの土の音。カーンコーン、カンコン。耳に開いたやあの妹に。丘へ行きたやあのふるさとへ。そして聞きたやあの鐘の音。ルルはとうとう噴水を立派に作り上げました。玉のような澄み切った水の泡が嬉しそうにキラキラと輝きながら空へ空へ渦巻き登って行きました。その真上の濁った水が新しく引き上がった水に追い抜けられて、そこから明るい月の光と清らかな星の光が流れ込んできました。もうこれから何万年経っても、この噴水が壊れることはあるまいと思われました。湖の御殿の真珠の部屋は、月と星の光を受けて、みるみる輝き始めました。瑠璃の床、青玉の壁、翡翠の窓、そんなものが皆、それぞれの色に色めき始めました。湖の女王のたくさんの家来、赤や青や紫や黄金色の魚たちは、皆びっくりした目をキョロキョロさせて、我も我もと列を組んで、御殿の周りに集まってきました。そのありさまは、まるで虹が泳いでくるようでした。湖の女王様は手を挙げてその魚どもを呼び集められまして、これからルルとミミにできるだけ立派なご馳走をするのだから、その支度をせよと言いつけられました。湖の御殿の噴水を立派に直したルルは、もう歩くことができないほど疲れておりました。けれども、この噴水がもう二度と再び壊れないようになった。この湖の中にある限りないものの生命は助かった。そうして、これからのち何万年経ってもこの水は濁らない。村に悪いことも起こらないのだ。と思うと、ルルは嬉しくてたまりませんでした。その嬉しさに疲れた体を踊らせながら、女王様の前に帰ってきました。その時にルルは今までにない美しい御殿の様子に気がつきました。御殿の大広間は夜光中の薄紫の光で夢のように照らされておりました。広い広い部屋いっぱいに飾られた水草の白い花は、ほのかな匂いを一面に漂わせておりました。その中に群れ集まる何万とも何億とも知れぬ魚の数々。その奥の奥に見える紫水晶の階段。その上に立っていられる女王様のお姿。そうして今一人の美しい女の子の姿。ミミ。ルルは思わず段の上に駆け寄ってミミを抱きました。ミミもしっかりとルルの首にしがみつきました。今まで虹のようにじっと並んでいた数限りない魚の群れは、
この時、ゆらゆらと動き出しました。青、赤、紫、緑、黄色、銀色、銅色、黄金色と、とりどり様々な色をした魚が、同じ色同士に行列を作って、島のようになったり、渦のようになったりしました。または、花の形を作ったり、鳥の形を作ってみせたり、果ては皆一時に入り乱れて、一つ一つに輝き、翻る美しさ。その間を飛び違い入り乱れる数知れぬ夜光虫の光。それは世界中が金蘭になって踊り出すかのようでした。ルルとミミは抱き合ったまま夢のように見とれていました。その前に数限りないごちそうが並びました。月の光はますます明るく御殿の中に差し込みました。そうして女王様の嬉しそうなお顔やお姿を神々しく照らし出しました。そのうちに月の光が次第に次第に西へ傾いて行きました。ルルとミミの丘へ帰る時が来ました。ルルとミミは女王様から貸していただいた大きな美しいクラゲに乗って湖の湖点の奥庭から丘の方へおいとまをすることになりました。女王様はルルとミミを今一度抱きしめて頬ずりをされました。そうしてこんなお祈りをされました。この美しい兄弟はこの後どんなことがありましても離れ離れになりませぬように。ルルもミミも女王様が懐かしくなりました。なんだかいつまでもこの女王様に抱かれて可愛がっていただきたいように思って涙をほろほろと流しました。けれども女王様は二人をそっと抱き上げてクラゲの上にお乗せになりました。クラゲよ、お前は絶えず光りながらこの兄弟を水の上まで送り届けよ。そうして悪い魚が近づかないように毒の針を用意していけよ。クラゲは黙って浮き上がりました。咲き揃った水藻の花は二人の足元を後ろへ後ろへとなびいて行きました。御殿の屋根はバラ色に、または真珠色に輝きながら湖の底へ小さく小さくなって行きました。宝石を散りばめたようなクラゲの足の下へ。ねえ、ルル兄様。なあに、ミミ。女王様はなんだかお母様のようじゃないかって。ああ、僕もそう思ったよ。私、なんだかお別れするのが悲しかったわ。ああ、僕も耳と二人きりで湖の底にいたいような気持ちがしたよ。こんなことを二人は話し合いました。そうして二人は抱き合って、クラゲの足の下を覗きながら、何遍も何遍も女王様のいらっしゃる方へ、さようならを送りました。ルルとミミが湖の表へ浮き上がったところには、美しい一艘の船が用意してありました。その上にルルとミミは乗り移りました。クラゲよ、ありがとうよ。ルルとミミが心の底からお礼を言っていたと女王様に申し上げておくれ。クラゲはやはり黙って、ゆらゆらと水の底へ沈んでいきました。兄弟は船べりにつかまって、そのクラゲの薄青い光が湖の底を深く深く、とうとう見えなくなってしまうまで見送っておりました。
お月様は今、西に沈みかけていました。かすかに吹き上げた暁の風が、二人の船を丘の方へ吹き送り始めました。湖の表には牛乳のような朝もやがたなびきかけていました。その上からまだ誰も起きていないらしい懐かしい故郷の村が見えました。その村のお寺の鐘付き塔に小さく小さくかすかにかすかに光る鐘。ルルはそれをじっと見つめていましたが、その目からどうしたわけか涙がポトポトと滴り落ちました。まあ、お兄様、どうなすったの？なぜお泣きになるの？ルルは静かに振り返りました。ミミや、お前は村に帰ったら一番に何をしようと思っているの？それはもう、何より先にあの鐘の音を聞きたいと思いますわ。あの鐘は、今度こそきっと鳴るに違いないのですから。どうにかいいねでしょう。どんなにかいいねでしょう。と、ミミはもうルルの顔を仰ぎながら、その音が聞こえるようにため息をしました。ルルも一緒にため息をしました。ミミや、そうしてあの鐘が鳴ったなら、村の人たちはきっと私たちを可愛がって、二度と再び湖の底へは行けないようにしてしまうだろうね。まあ、お兄様はそれじゃあ、湖の底へお帰りになりたいと思っていらっしゃるの？ルルはうなずいて、また一つため息をしました。そうしてまたも涙をハラハラと落としました。ああ、ミミや、私はあの鐘の音を聞くのが急に怖くなった。村の人に可愛がられて、湖の底へまた行くことができなくなるだろうと思うと、悲しくて悲しくてたまらなくなった。私は湖の御殿へ帰りたくて帰りたくてたまらなくなったのだ。私は死ぬまであそこの噴水の番がしていたくなったのだ。それならお兄様、あの鐘の音はもうお聞きにならなくてもいいのですか？お兄様、聞きたいとはお思いにならないのですか？ああ、そうなんだよ、ミミ。だから、お前は私の代わりに一度一人で村へ帰って、あの鐘をついてくれるよう村の人に頼んでくれないか。あの鐘は、ルルの作り損ないではありませんと言ってね。そうしてお兄さんのところへおいで。兄さんはその鐘の音を湖の底で聞いているから、お前が来るのを待っているから。と言ううちに、ルルは立ち入って湖の中に飛び込もうとしました。あれ、お兄様、なんでそんなに情けないことをおっしゃるの？それなら私も連れて行ってちょうだい。と、ミミは慌ててルルを抱き留めようとしました。そうすると、不思議にも、ルルの姿は煙のように消え失せてしまいました。船も、お月様も、湖も、村の影も、朝もやも消え失せて、後にはただ何とも言わない香ばしい匂いばかりが消え残りました。ミミは親と思ってあたりを見渡しました。見るとミミは最善のまま湖の死の草原にトップして花の鎖をしっかりと抱きしめながら眠っているのでした。今までのはすっかり夢で、待っていたお月様はまだようように登りかけたばかりのところでした。そうして湖の水はやっぱり元の通り黒いままでした。ミミはわっとばかり泣き伏しました。泣いて泣いて涙も声もなくなるほど抱きました。
女王様の言葉を思い出しては泣き、ルルの顔を思い出しては泣き、ルルと抱き合って喜んだ時の嬉しさを思い出しては、周りを見渡しました。けれども、辺りにルルの姿は見えませんでした。ただ、ミミが花を摘んでしまった春の草が、涙のような露をいっぱいに溜めて、月の光を映しながら、果てしもなくぼうぼう茂っているばかりでした。それを見て、ミミはまた泣き続けました。そのうちにお月様は、だんだんと空の真ん中に近づいてきました。ミミも泣き止んで、そのお月様を仰ぎました。ああ、お月様、今まで見たものは夢でしょうか。どうぞ教えてくださいませ。けれども、お月様は何の返事もなさいませんでした。ミミは涙を拭いて立ち上がりました。露に濡れた草原を踏み分けて、お寺の方へ来ました。そうして鐘付き堂まで来ると、空高く月の光に輝いている鐘を見上げました。あの鐘をついてみましょう。あの鐘が鳴ったなら、睡蓮が教えたことは本当でしょう。湖の底の御殿もあるのでしょう。女王様のお言葉も本当でしょう。お兄様も本当にあそこで待っていらっしゃるでしょう。あの鐘をついてみましょう。耳がついた鐘の音は、大空高く高く、お月様まで、野原を遠く遠く、世界の淵まで。そうして、湖の底を深く深く、女王様の耳まで届くくらい、澄み渡って響きました。お寺のお坊さんも、村の人々も、子供までも、皆、目を覚ましたほど、美しい清らかな音が響き渡りました。ミミは夢中になって喜びながら、お寺の鐘付き堂を駆け下りました。ああ、夢ではなかった。夢ではなかった。お兄様は本当に湖の底に待っていらっしゃる。私が来るのを待っていらっしゃる。ああ、嬉しい。ああ、嬉しい。私はもう本当にお兄様に会えます。そうしてもう二度と再び離れるようなことはないのです。ああ、嬉しい。こういううちに、ミミは最前の花の鎖のところまで駆け戻ってきました。その花の鎖の端を両手でしっかりと握って、静かに湖の底へ沈んでいきました。空の真ん中にかかったお月様を仰ぎながら、村中の人々は鐘の音に驚いて、年寄りや子供までみんなお寺に集まってきました。お寺のお坊さんと一緒になって、どうしたのだろう、どうしたのだろうと話し合いましたが、誰が鐘を打ったのか、どうして鐘が鳴ったか、知っている者は一人もありませんでした。ただ、鐘付き堂の石段に、耳の露に濡れた小さな足跡が、月の光に照らされているのが見つかりました。その足跡は草原の淵まで来ますと、草を踏み分けた後に変わって、ずっと湖の淵まで続いております。村の人々はやがて、湖の淵に残っている花の鎖の端を見つけました。その一方の端はずっと湖の底深く沈んでいるようです。あら、これは私たちがミミちゃんに摘んであげた花よ。ミミちゃんが花の鎖に捕まってお兄さんに会いに行くって言ったから、私たちは大勢で加勢してあげたのよ。2、3人の女の子が言いました。村の人々はみんな泣きました。泣きながら花の鎖を引き始めました。お月様がだんだん西に傾いて行きました。それと一緒に湖の水が
少しずつ進んでくるように見えました。けれども、花の鎖は引いても引いても尽きないほど長うございました。ようようにお月様が沈んで、眩しいお天道様が東の方からキラキラとお昇りになりました。その時にはもう湖の水は元の通り水晶のように澄み切っておりました。そうしてやがて、しっかりと抱き合ったまま眠っているルルとミミの姿が、そのきれいな水の底から浮き上がってきました。かわいそうなルルとミミ。